ボンジュー。パリプロムナードチャンネルへようこそ。今回の動画では年に2回のお楽しみ、パリブルターニュ通りのブロカントへご一緒しましょう。このチャンネルでは以前にも何度かこのブロカントをご紹介していますが、今回もまたとても素敵な収穫がありました。動画の締めくくりには私の購入品もご紹介します。どうぞゆっくりと最後までお付き合いくださいませ。北マレ地区、街路樹の葉っぱは残りわずかになりました。2025年、今年のパリの秋は比較的暖かで穏やかだったんですが、ここに来て急に真冬の寒さになりました。今日の体感気温はおそらく0度に近いのではないかと思います。それでもたくさんのスタンドが出ていますし、大勢の人でにぎわっています。こちらのスタンドは私以前にもお邪魔したことがあります。手芸用品や布を専門に扱うスタンド、ムッシュが快く迎えてくれました。穀物用の麻袋、こちらのスタンドではこれをたくさん扱っていて、それが現代のインテリアに生かされているというのが前回私にとってはとても印象的でした。ボタンのコーナーを見ていたら、ムッシュが私にこれを説明してくれました。第二次世界大戦のすぐ後、占領下の日本で作られていたという貝ボタンです。この可愛らしいボタンは何に使えるかしらと私が考えていたら、隣にいたマダムが「これは襟の縁取りに縫い付けたら可愛らしいわよね」と言いました。確かにすごくいいアイディアですよね。それにしても自分の祖国で70年以上も前に作られたものがこんな風に綺麗な状態でパリに残っているなんて、ちょっと感動してしまいました。そうそう、この場所は地下から風が上がってくるところなんです。それをタピと鉄の板で押さえている。面白いですよね。この取り合わせもブロカントならではの面白さだと思います。こちらも私が毎回立ち寄りたいスタンドです。いつものマダム姉妹がいらっしゃいました。こちらは本当に趣味が良いと思います。今回私はこれがすごく素敵だなと思いました。これはとあるシャトーの品々が競売に出た時、こちらのマダムマリー・フランスさんが入手したものなんだそうです。本当に美しいオブジェだと思いませんか？このコンポートもまた美しいと思いませんか？
ニュアンスのある色が何とも言えず魅力的です。マリー・フランスさんがテーブルデコレーションを始めました。彼女が楽しみながらテーブルデコレーションをしている様子、ご自分のお仕事が心から好きで、扱っているものに愛情を持ってるんだなぁと感じます。こちらはお姉様のルルさん。お二人ともとっても気さくで笑顔が素敵。私は次回もこのお二人に会いに行きたいと思います。C'est très sympa. Voilà, 2 fois par an. Et le reste de l'année, on est au marché vers maison. こちらのスタンドはクリニャンクールの飲みの市にもお店を持っているという方のスタンドでした。まず私の目に留まったのはこれです。とってもエレガントだと思いませんか？セーブル焼きですね。このペーパーウェイトも美しいと思いませんか？この年号には何か意味があるんでしょうね。100ユーロ。これも私気になりましたが、一体何に使うものなんでしょう。昔の映画のフィルムも売っていました。ドールハウスの飾りにするものかな。このスタンドにも私何やら惹かれる感じがありますね。これは何でしょう。なるほど。南フランスのカトリックの聖地ルルド、そこの聖水を入れる容器なんですって。この帽子のスタンド、きれいに絵付けがしてあるのを初めて私は見ました。スタンドのムッシュは隣にあるオブジェを私に見せてくれました。Et après, vous retournez et vous grattez l'allumette là. Ah, d'accord. J'ai jamais vu. C'est un objet étonnant. Ah, c'est beau. ブロンズ製のなかなか凝った蒔入れです。C'est très mignon. このスタンドもまたなかなか魅力的なプレゼンテーションだと思いませんか？色の取り合わせが絶妙ですね。
そうそう、来年は馬年でしたよね。あら、ここには眠り猫。なんとなくアジアで作られたもののような気がすると感じるのは私だけでしょうか。このナプキンもなんだかとっても可愛らしいと思いました。ここで私はキコさんと合流しました。彼女はこのお皿が気になっていたようです。これ面白いと思いませんか？それぞれの産地の人物が描かれています。名前なのかな。これはちょっと北欧テイストでしょうかね。住所が入ってます。こちらのスタンドではキコさんこれに目を留めました。何でしょう、昔の商品カタログでしょうかね。スタンドのムッシュにお尋ねすると、これはアーシテクチュー、建築用のものなんだそうです。なるほど、そう言われてみると、こういったモチーフの飾りが建築の一部に採用されてたりしますよね。質問してみるものですね。この器、なんとなく東洋と西洋が一体になったような雰囲気があると思いませんか？一つが18ユーロですって。これはおそらくクレイモントのフローラのシリーズですね。なかなか状態がいいと思います。このカフェオレボールも可愛らしいと私は思いました。カトラリーレスト、11ピースがセットになって110ユーロ。一つ一つ動物たちが違っていて、すごく表情があるような気がします。ちょっとシックな感じがします。可愛いですね。これはクグロフの焼き型ですね。キコさんはこれと同じようなものの新品を本場アルザスで購入したそうです。これは壁掛けの清水板ですね。キコさんの目に留まったこの小さなテーブル、どうやら折りたためるようです。
このテーブルもう100年以上は経っているそうです。この足の部分の華奢な作りがなかなか素敵ですよね。これは私初めて見るタイプのティーカップ。英国製ですね。この意味がわかる方いらっしゃるかしら。こちらのスタンドも私がいつも必ず立ち寄るところです。カフェオレボールのラインナップが魅力的なんです。例えばこれ、雲みたいな模様が可愛いわねとキコさん。確かにその通り。私たちが見ている間にイタリア人のご夫妻がカフェオレボールを一つ購入しました。それは縁が何箇所か欠けていたんですが、なかなか素敵な模様が施してありました。お値段は15ユーロ。少し傷んでるからという理由で、こちらのスタンドのマダムはお安めに設定をされていたようなんですが、結局そのイタリア人のムッシュは上手に交渉をして10ユーロで買っていかれました。しかもこれに入れてるのが可愛いじゃん。そうですね。私たちにはぜひ裁縫したいと思っているスタンドがあるんです。ここです。前回私がここで帯留めにするためのブローチを買ったのを覚えていらっしゃる視聴者の方も少なくないのではないでしょうか。でも今回はちょっと品数が少ないというのが私たちの第一印象。けれども一つ一つをよく見ていくと、やはりこのスタンドのものには惹かれるものが多いんですよね。それにしても寒いです。けどこんな方々もいらっしゃいます。フランス人は人生を楽しむ方法を知っているなぁと改めて感じます。オストフリースラント。どうやらこれドイツのものなんですって。ティーセットとデザート皿も全部セットで50ユーロなんですって。なんだかとってもお買い得のような気がします。とはいえ私はこれだけの数のものを管理しきれないかなと思って購入は見送りました。
ここでもドイツの器に私はとても惹かれました。横に同じような色の絵付けが施されたちっちゃなコップが置いてあるところがまた可愛い。キコさんはここで一つお買い物をしました。このシリーズを妹さんが使っていらっしゃって1枚買い足してあげようとしてるんです。それにしても今回は本当に寒い中でのブロカントでした。とはいえやはりこのブロカントは来るに値するものだなぁと改めて思いました。帰り道、私はここに立ち寄りました。ボントン。以前初夏のブロカントの時にはアコさんと一緒に美味しいものを楽しみました。その時の動画のリンクを概要欄に載せておきますので、爽やかな中庭でのお茶の風景をお楽しみください。今日私はお店の方でお菓子をテイクアウトしたいと思います。こちらではアンティークの食器を使ってディスプレイしているところなど本当にセンスがいいなと思います。私がこのお店を初めて知ったのがもう10年前でしょうか。オープンして間もない頃、雑誌の取材で訪れました。その時から私はここのレモンケーキとサブレが大好きです。さて、家に戻って購入品紹介です。私が何を買ったかお分かりになるでしょうか。まずはこちら、小ぶりのカフェオレボール。カフェオレボールというとごく普段使いの器ですけれども、このレリーフの装飾が施された胴体ですとか手書きの絵付けの繊細さが気に入りました。しかも少し金彩も使ってあるのが見えます。しかもこの高台がとっても持ちやすい。ということはと私はピンときました。そしてもう一つの購入品がこちらです。同じスタンドにあったクレイ・エ・モントローのお皿です。最初カフェオレボールは18ユーロ、こちらのお皿は25ユーロとスタンドの無臭がおっしゃったんですが、2つ一緒に買いますのでと言って交渉しました。すると両方で35ユーロにしていただきました。ボントンのサブレを入れてみましょう。ボントンでの私のもう一つの購入品がこのレモンケーキです。レモン果汁がたっぷりと染み込んでいるような感じなんですよ。これを丸ごと一ついただくにはちょっとボリュームがあるので、今日は私4分の1ほどをいただくことにします。そしてこのカフェオレボウルを抹茶茶碗として
使ってみました。見立ての器で久しぶりに立てた抹茶、なかなかいい感じと、今回のお買い物を自画自賛しながら美味しいレモンケーキも一緒にいただきました。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思ったらどうぞ高評価を、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お寄せいただく温かいコメントがとても励みになっております。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。